皆さんこんにちは。今回は自作した空冷 CPU クーラーの放熱性を改良したという紹介をします。前回までに製作、動作確認した自作 CPU クーラーはラジエーター部が市販品と比べて小さく、ベンチマークなどでは放熱不足が原因と見られる CPU 温度が安定せず上昇し続けるといった動作が見られました。そこで今回はこの CPU クーラーの最終的な放熱、空冷を担うラジエーター部を別に作ったものに切り替えて、さらに送風状態も変化させて、放熱性、元い CPU クーラーの冷却性能の変化を確認しました。といった感じで今回の紹介をしようと思うんですが、その紹介を始める前にちょっと話したいことがありまして、このラジエーターの形、既視感とかありますか？私にはありました。この動画を投稿する少し前くらいまで、もしかすると今この時も投稿されているかもしれませんが、ご覧の YouTube で自作 CPU クーラーを制作、動画投稿される、まさに先駆者様がいらっしゃいます。それで、その方が作られた CPU クーラーの形と今回紹介するラジエーターの形、似てない？というかヒートパイプというポイントだったり投稿時期だったり、近くなりすぎてない？そう思ったんです。まさか自分が作りたい、投稿したいと思った時に、自作 CPU クーラーという不思議なジャンルで、形もネタも時期も近い、そんなことがあるのかなんて思いました。で、後続の私は果たして何も考えずに投稿しちゃっていいんだろうか。良くないよなぁ、って思いまして。先駆者様に事前に連絡を取り、挨拶等々しまして、今回の紹介に至りました。まず先駆者様に、快く返信をくださった上に様々ご配慮いただきまして、本当にありがとうございます。まさか自作 PC の中でも奥まった、というか偏僻なところまで来たここで他の投稿者様と交流するとは思いもしませんでした。ですが先駆者様からは心強い言葉をいただきまして、大変嬉しかったです。これからも頑張るぞ、って感じで、今後もやっていこうと思います。で、その時の私は何を思ったか、先駆者様が作られた吸気型の排気構造などの製作を、私もやりたいです、なんて相談しちゃいまして、これまた快諾してくださいました。自分勝手な相談だったのに、本当にありがとうございます。そんなわけで私も参考、簡易的ながら模倣させていただきました。今回、また今後の制作ではそんなご配慮をいただいた上でやっていきます。最初に話しておきたいことは以上です。次は動作確認の結果概要です。今回は前回まで紹介してきたラジエーター部とは別のものを制作した上で、動作確認までやったので、ここでは動作確認の結果をまとめた概要を先に紹介します。制作の様子や動作の詳細は後ほど話します。ところで自作した CPU クーラーのラジエーター部はこれで2種類になったわけですが、以降は区別のために、前回紹介した角張ったラジエーター部を角ラジ、今回紹介する円柱状の方を丸ラジと呼びます。丸ラジは角ラジよりも放熱表面積を増やして、この CPU クーラーのネックの一つ、放熱不足の解消を目指して製作しました。後ほど話す製作で、なんやかんや真空を維持でき、ヒートパイプと同じ動きをする CPU クーラーの一部として作ることができて、前回と同じようにベンチマークシネベンチ R20 を完走することができました。で、CPU、インテルの Core i7-6700 系、低角動作で、CPU 温度は80度 C。前回の結果がこんな感じなので、若干悪くなりました。放熱面積は増えたように見えるのに、良くならないの？私の予想だと前回の角ラジよりは良くなるだろうと思っていたのですが、放熱はそんな単純じゃなかったようです。じゃあ放熱に関わる部分をもう少し変化させて様子を見てみようってことで、この CPU クーラーの放熱、空冷部分の性能に関わる要素の一つ、送風部分を変化させてみました。これまでは PC ファンを CPU クーラー上部に設置して、上から下に向けて送風していましたが、サーキュレーターを使って、横から、または上からの送風を試しました。可能な限り送風状態を顕著に変化させて、空冷における改善の余地がどのくらいあるのかを確認しました。結果は、横からの送風だと CPU 温度71度 C、上からだと74度 C。良くなりました。どうやらこの CPU クーラーの放熱不足は送風状態に原因があるようです。そうか、送風状態がまずいのか。確かにこれまでの PC ファンを使った送風は、上から下に向かったものだったので、今考えると煙突効果的な、自然な空気の流れを妨害しているのかもしれません。
このラジエーターが本当に円柱状で、放熱のことだけを考えるならできれば CPU クーラーの設置向き自体も水平にして、送風は CPU クーラーに対して横からサイドフローにするといいのでしょう。まあこのヒートシンクのフィンの形状とか、今のところこの CPU クーラーの向きはそんなに変えられないし、PC ファンの設置位置も上部だけです。現状のところ、サイドフローとかはできません。なので今回はできるところをやろうと考え、上部の PC ファンで煙突効果的な空気の流れを促進させるために、先ほど話した先駆者様が作られた吸気型排気構造を参考に、そして簡易的に模倣したものを作りました。丸ラジの下から空気を吸い込んで、上部から PC ファンの送風で排気する、似た感じになったでしょうか。で、この状態でベンチマークをやってみると、CPU 温度76度 C。最初より良くなりました。サーキュレーターみたいに PC では現実的じゃない風量がなくても、送風方向を変えるだけで改善が見込めるようです。この感じだと前回厳しかった角ラジも送風状態を変えれば、放熱性が改善、CPU 温度の低下が見込めるかもしれません。というか今回の放熱性の変化の仕方からすると、今後の制作で確認したいことが増えるような気もします。まあどうせいつかは今回と同じようなことに気づいて、それが気になって確認したくなるんでしょうから。今回は知見が得られたってことでよしとして、おいおいの確認を見据えて準備していこうと思います。今回の動作確認の概要、大まかな紹介は以上です。実は送風状態によって CPU クーラー内の温度が違ったり、CPU 温度の変化の傾向が変わったりしたんですが、そのあたりは後ほどの詳細で話します。ひとまずここからは丸ラジの製作について話していきます。丸ラジの部品は中国の EC サイト、アリエクスプレスで LED ラジエーターだかラウンドヒートシンクだかで売られている製品で、これらを重ねたら中央の穴がパイプっぽくなったので、そこを実作 CPU クーラーのヒートパイプ機能の水蒸気が凝縮するところ、凝縮で受けた熱を外気に放つところ、結局のところラジエーター化させました。基本的な構造や作り方はパート26で紹介したものと同じで、ところどころにアクリル接着剤。大半はシリコンコーキング剤で接着と密閉性の確保をしています。ただ使ったアルミヒートシンクの内壁の肉厚が 0.6 ミリしかありません。ただでさえ接着剤を塗る場所が少ないのに、密閉性のためにそこまで接着強度がなさそうなコーキング剤を使います。だから構造的な強度があるのか、ちょっとした衝撃で壊れないか、そんな心配をしていました。そこで中骨、みたいにアクリル部品を組み合わせて、ヒートシンクの位置調整と位置ずれ防止を図りました。ヒートシンク中央の穴の内径に合わせたアクリル板を入れたらほぼ隙間なく入り、さらに中央の穴にいくつか作られた、爪、みたいな部分に私が持っていたアクリル棒がこれまたジャストフィット。結果的には多少振っても密閉性が確保できる容器として組み立てることができました。まあ壊れるのが怖いので絶対に力強く振ったりなんてしませんけど。で、結果的にはラジエーター部として組み上がっていくんですが、いずれにしても接着する幅は 0.6 ミリしかないのにヒートパイプとして真空を維持したかったので、わずかでも隙間ができないように、ちょっとでも確実にコーキング剤が塗れるようにと、必要以上にコーキング剤を塗りました。この量を塗るとヒートシンクの中にも外にもコーキング剤がはみ出すんですが、密閉性の確保が最優先です。空冷における放熱面積の減少や圧力損失、ヒートパイプとして液戻りの阻害、悪影響は様々思い当たりますが、まずはヒートパイプとして成立しなければ話ができないので目をつぶります。ところでこのヒートシンク、フィンの部分がいびつでボコボコじゃないですか。これ商品到着時からこの状態です。格安品だから適当なのか、海外輸入品だから配送でこうなったのかわかりませんが、直すのも面倒、いや私に直せるのかもわからないのでこのまま使いました。というか5個入りで配送料込み1500円だったので、亀裂なくひとまず配達されただけでもいいかって感じです。で5個全部で同じように接着していきます。5個全部、さらにこの上下にも別のパネルをつけるので計6箇所で 0.6 ミリしかない部分の密閉性を得ないといけません。このどこか1箇所でも、その1箇所でもほんの小さな隙間があっただけでヒートパイプが成立しない。ほんと疲れた。ところでこの心配は制作前の設計時からあったので、もっと製作しやすそうな形状にできないか、と考えて作ったのが前回の角ラジです。
角ラジの構造は設計的に自由度が高かったので、ほぼ全ての接着幅を2ミリ以上確保でき、安心感が多少ありました。まあ一方で、急に思いついたので急遽検討して設計して部品を揃えて、その関係で角ラジのヒートシンクは小さくないけど大きくない、でもすぐに入手できたあれを使ったんです。そんなこんなですが、丸ラジの方も組み立てが終わりました。仮面は角ラジ同様にパイプ部と接続、密閉性を確保するためのネジ穴やオーリング溝ができています。一方上部は PC ファンの送風をパネルが邪魔しないように小さめにしつつ、今後変更することも考慮して、最上部のパネルは脱着できるようにとオーリングを使った構造にしました。改めて市販品たちも並べて見た目を比べてみましょう。パート26で角ラジを使った CPU クーラーの紹介をした時はパイプ部も付けた状態で並べていましたが、放熱に注目してみるならラジエーター部だけにして並べるべきと後々思ったので、今回はパイプ部などは付けていません。角ラジだけだとリテールクーラー以上、無限5未満な高さですね。ピンの長さや高さ、結局の放熱面積はおそらく角ラジが一番小さいんでしょうけど、それで今回紹介する丸ラジです。高さは確実に一番あります。上から見た大きさだとリテールクーラーよりちょっと小さいくらいですかね。角ラジと見比べて放熱面積はどうなんでしょう。多分丸ラジの方が大きい、そんな気がします。表面積などは測って計算もしていないので、パッと見フィンが長い丸ラジの方がいいのかなって印象です。まあフィンが細いのでフィンの先端まで熱が届くのかは疑問ですが、そのあたりは動作確認でわかることでしょう。ところで見比べるとよくわかりますが、丸ラジってほぼ内部が見えないじゃないですか。いや内部が見える角ラジがおかしいというか、放熱性を考えるなら透過性銅の樹脂じゃなくて、熱伝導率が高い金属を使えという話です。それでも角ラジで樹脂板を使ったのは、観察性に振りたかったからです。観察性という意味ではパイプ部がすでにあったのですが、先駆者様との違いをどう作るかという点も頭をよぎり、さらには角ラジ用に準備できたヒートシンクはあのサイズで、放熱が足りるのかわからない。じゃあ放熱性を考えるのは丸ラジに任せちゃって、角ラジは観察性に振ろう。そんな住み分けすることにしました。という感じでこの2つができたわけです。そんなこんなで丸ラジもできましたので、次にマザーボードの上で組み立てていきます。前回動作確認した角ラジをパイプ部から外して、丸ラジに付け替えます。CPU グリスが塗られている金属ブロック部やパイプ部は外さずに交換できるので、マザーボードの上で交換作業をしました。前回から移動していない真空径の位置と比べると、やはり丸ラジを付けたことで全体的に高さが増しましたね。これであとは放熱性が良くなれば、と早く PC を起動させたいところですがまだ作業が残っています。地味だけど最重要な真空引き、密閉性の確認です。これがダメだと、放熱性以前にヒートタイプにもなれませんが、大丈夫でした。真空ポンプの動作を止めても角ラジと同じくらいの圧力で安定してくれました。以前も話した内容なのでさっくりと話しちゃいますが、最初の難関はクリアしました。私としてはこことっても嬉しかったです。で、あとは水を入れたんですが、少し多く入れちゃいました。ひとまず前回と同じ水量にするつもりだったんですが、勢い余って封入しすぎちゃいました。この CPU クーラーは水の継ぎ足し、元井真空吸引はできても、排水は解体しない限りできません。まあ動きはするだろうし、ひとまずやってみるか、ということで続行しました。次は PC 起動です。では PC を起動してみましょう。何かやり残しはないかと、スイッチを押すのもためらっていますが、スイッチオンです。問題なく OS まで起動できました。見切れている画面の方ではベンチマークの準備を進めているんですが、準備も済んで、PC の動作が安定するのを待っている時の CPU 温度は35度 C くらいです。あれ、前回の丸ラジと同じような。いや、アイドル時は差ができにくいのかもしれません。ベンチマークで確認しましょう。スタートしてみると、沸騰は相変わらず荒々しいです。ところでおさらいですが前回の角ラジの動作確認では、CPU 温度と容器内温度が安定せず上昇し続けていましたね。なので今回の丸ラジは放熱表面積を増やして、放熱性の強化、CPU 温度の低下を期待しているんですが。おやおや乾燥はできました。
ですが CPU 温度は概要でも話したように、丸ラジよりも高い 80°C です。良くならないどころか悪化しちゃうのって感じですが、容器内温度は丸ラジと同じくらいの 45°C でした。容器内温度が近いことを踏まえると、誤差レベルなのかもしれません。そもそも1回しか計測していませんし。ですが確実に改善されるものとばかり思っていました。ヒートパイプの性能変化がシビアなのか、それとも空冷がそんな単純なものでもないのか。一見だとどちらが原因かわかりませんが、空冷はもう少し変化させ、影響を見ることができます。送風を変化させてみましょう。空冷の強化といえば、ヒートシンクを大きくして放熱表面積を増やすか、ファンを強化して送風量を増やすかですね。いずれもヒートシンクと冷たい空気が接触して熱交換するチャンスを増やしてあげるという方針です。放熱面積を増やすのは丸ラジの製作で試したので、もう一方の送風を変えようってことで、使っていた PC ファンを外して、サーキュレーターを持ってきました。もっと高性能な PC ファンは持っていません。いや、サイズのファンはいいものなんでしたっけ？まあ確実に私が持っている中で最大の送風ができるサーキュレーターを使って顕著に送風状態を変化させ、空冷の要素がどれだけ影響しているのか、どのくらい改善の余地があるのか確認してみました。ちなみにこれまでの上からの送風は、リテールクーラーの送風状態を参考にしていました。今見ると自作した CPU クーラーは高さがあるので、煙突効果というか下から上に風を流した方がいいように思えます。サーキュレーターでは、横から、と、上から、の2種類の送風方向、風量はもちろんマックスでやってみました。横からの送風は PC の横にサーキュレーターを設置して、上からの送風はサーキュレーターを人力で抱えてやっています。これくらいの作業で CPU クーラーへの理解が深まるのならまだ気楽なものです。で、その結果も冒頭で話した通りです。横からの条件だとリテールクーラーも見えてきた感じです。容器内温度も CPU 温度と同じように変化しました。送風状態によって容器内の熱もしっかりと逃がせているようです。いずれにせよ送風状態を変化させたことで CPU 温度、熱抵抗が改善しました。この CPU クーラーの放熱性、冷却性能にはまだ改善の余地があるということなのでしょう。試験的にサーキュレーターを使うのも済んだので、もう少し PC ファンでどうにかできないかということで、先駆者様が作られた吸気型排気構造を参考に、送風状態を変えてみましょう。吸気型排気構造については先駆者様の動画を拝見した際に、こういう流れを作れば確かに冷えそう、と思いまして、やってみたいなぁ、と考えていました。でもろもろあって連絡をした際に相談させていただき、今回参考、模倣させていただきました。先ほどの PC ファンを使って、簡易的ですが吸気型の排気、下から上への送風を試します。簡易的といったように手元にあったもので試しました。コピー用紙で型紙を作って、その型紙を元にクリアファイルを切って、マスキングテープで留めて、突然手作り感が増しましたね。まあ手元にある材料ですぐに手作りできて、それで性能変化を確認できるなんて結構幸運な気がします。作りたいものがあっても取り入れる方針やアイディア、方法次第で簡単に制作や入手が困難なものになってしまうので、求める部分を抑えて検討していきます。デザイン性さようなら。でもマスキングテープじゃなくて普通のセロハンテープで目立たなくさせればまだマシだったかな。進めましょう。先駆者様のアイディアを参考に私なりに作った吸気型排気構造がこちらです。上部の PC ファンを反転させて、丸ラジ下部から吸気。さながら煙突みたいに風が流れて、PC ファンによって排気されるという感じです。これで丸ラジ下部のヒートシンクでも新鮮な空気が当たってくれるでしょう。逆に上部まで来た空気は温まりきっているかもしれないので、上部のヒートシンクが有効に放熱できるのか微妙ですが、この点はさっきまでの上からの送風でも似たようなものですか。むしろ沸騰している金属ブロック部に近い、下部のヒートシンクを重点的に冷やせるという点が重要かもしれません。まあ中間あたりに穴を開けて途中でも新鮮な空気を混ぜてみたいとも思いましたが、初めてなんでシンプルにやってみます。結果は冒頭でも話したように、最初よりも CPU 温度が低くなりました。さらに容器内温度の低下も確認できます。送風状態が変化したことで放熱性が改善して、容器内に熱が溜まりにくくなったということなんでしょう。というか同じ PC ファンを使うにしても送風状態を変えるだけで冷却性能に変化が出るって。この CPU クーラーの放熱はめちゃくちゃネックになってます。
もっと簡単に放熱は改良できて、わかりやすくなった状態で次の沸騰などを考えていけるんだろうと思っていましたが、まだまだ放熱については検討する必要があるんでしょう。ですが、現状準備できていた放熱の改善策は試しきっちゃったので、今回はここまでです。追加の改善策はすでに準備中です。改善策の方針としては、この CPU クーラーを通してもっとヒートタイプについて理解を深めたいので、放熱性のネックをできる限り小さくできるように、実用性などをぶん投げてでも放熱性を強化。具体的には放熱部分の水冷化をするつもりです。もともと自作した時点で実用性からは離れていると私自身は思っているので、少しでも今後の制作につなげられる知識が増やせたらなーって感じでやっていこうと思います。で、今回の紹介はこれで以上なんですが、次回以降はその改善策の準備期間になっちゃうので、次の1パートでこれまでの自作ヒートタイプ、自作 CPU クーラーの製作で紹介しきれなかった音や破損などに関して、その次のパートからは放熱性のネックは未解消かもしれませんが、沸騰部分の検討を始めていこうと思います。そんな感じでやっていこうと思うので今後ともよろしくお願いします。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。